こんにちは。TTS の川本です。この動画は量子コンピューターの基礎第5弾で暗号解読の一種であるグローバーアルゴリズムを使っていきます。グローバーアルゴリズムは量子コンピューターの応用先として期待されている技術ですので、実現性について深掘りしてみようと思います。また今回は IBM 社のキスキットを使ってみます。よろしくお願いします。前回の動画で量子ゲートを使って 1+1 を計算したときにすごく難しいというふうに発言をしました。実際にそう感じたから申し上げたんですが、実は 1+1 を量子コンピューターを使って計算するという必要はありません。計算できるんですが、その必要がないということです。少し詳しく説明します。量子コンピューターの特に量子ゲートに関する書籍の多くが 1+1 を含む指則演算を取り上げています。これは量子コンピューターの速さではなく汎用性を訴えたいということだと思います。あらゆることに使えて世の中に貢献できるよといった方が注目を集めますし、資金を集めやすいですよね。思い出していただきたいのですが、本シリーズ第2弾と第3弾で使ったアニーリングマシンは必ずしも汎用的ではありませんでした。アニーリングマシンは量子コンピューターの一部の機能に特化して実現性を早めたもので、体系的には量子コンピューターに含まれます。しかし実態としてはクボに対してしか性能を発揮しませんでした。逆に言うと、量子コンピューターという言葉はアニーリングマシンと量子ゲートを総括します。この講義の意味での量子コンピューターには汎用性があり、現行のコンピューターでできるすべての計算処理を行うことができます。しかしそれは現行の半導体コンピューターのすべてを量子コンピューターに置き換えればよいということではありません。なぜなら、量子コンピューターで計算できたからといって、半導体コンピューターよりも計算が速くなるとは限らないからです。実際 1+1 だったり、DRAM との組み合わせによって大きな情報量を扱うような計算では将来的にも半導体コンピューターの方が速く動くようです。一方で、量子コンピューターを使うことで現行のコンピューターよりも計算が速くなる事例もいくつか報告されています。その一つが今回取り上げているグローバーアルゴリズムです。グローバーアルゴリズムというのは、いわゆる暗号解読プログラムの一種です。スマホのロック解除を想定してください。指紋認証や顔認証と合わせて4桁か6桁の暗証番号を使われている方が多いかと思います。この暗証番号を忘れてしまうと大変ですよね。例えば4桁の暗証番号の場合、取り得る番号は10の4乗で1万通りです。0000、0001、0002と一つずつ暗証番号を入力して確かめていくと、最大で9999回間違えた後の1万回目。平均的には5000回目で正解にたどり着きます。総当たりによるロック解除はほぼ不可能と言えます。今お話しした間違いの必要数を減らすのがグローバーアルゴリズムです。ざっくりと説明すると、量子ビットが0と1を明確に区別せずに曖昧に所持する性質を利用します。現行の半導体ビットでは0と1が明確に区別されるため、暗証番号を入力して正解かどうかを確かめようとすると、0000、0001というように一つずつしか入力できません。だから最大9999回間違える必要があります。これに対して量子ビットでは0と1が曖昧になるため、1万通りの暗証番号を重ね合わせて一度にまとめて紹介するということができます。1万人分の分身を使って同時にスマホを操作するようなイメージですので、すごく速そうです。ただ少しややこしくて、1万通りの暗証番号を一度にまとめて紹介するということができても、一度の紹介では答えにたどり着きません。答えに近づくんですが、白黒がはっきりとしなくて、正解を得られている可能性が低い状態になります。このため紹介を何度も繰り返すということをします。紹介を繰り返すことで、どんどん答えがはっきりしていきます。そしてこの紹介の数が、統計的には1万の平方根、つまり100回で済むというのがグローバーアルゴリズムです。5000回の入力が100回で
つまり50分の1で済むということです。では実際にグローバーアルゴリズムを作っていきます。今回は IBM 社が公開している Qiskit というシミュレーターを使います。Qiskit の特徴は量子回路図を図示してくれるということです。例えば前回の動画で計算した 1+1 の回路図をこんな感じで書いてくれます。前回の動画で見ていただいた回路図と完全に同じになっています。量子回路図を見ながらソースを書けるので直感的です。では 1+1 にするために1ビット目と2ビット目を反転します。さらに3ビット目と4ビット目には観測器を定義します。計算してみると棒グラフが出てきました。これは1024回の試行すべてで10が観測された。つまりほぼ 100% の確率で10。受信数でいう2が答えだということです。では、いよいよグローバーアルゴリズムです。今回は3ビット、つまり受信数でいう0から7の中から2を探します。1万通りの候補があるスマホの暗証番号と比べるとかなりシンプルですが、考え方自体は複雑な問題を解く場合と同じです。詳細は省略しますが、ポイントになるのはオラクルという処理です。これによって探したい2をマークし、答えに近づけます。計算するとまた棒グラフが出てきます。0、1、0だけ極端に背が高くなっていて、残りはおよそ同じ数値になっています。これは1024回の試行で、受信数の2が極端に多い関数観測された。つまり答えである可能性が高いという意味です。少し時間が薄いですが、グローバーアルゴリズムを使って探していた2という数値を見つけることができました。Qiskitを使ったグローバーアルゴリズムをご体験いただきました。プログラミングベースの話になってしまってイメージをつかみにくかったかと思いますので、現行コンピューターと比較して改めて整理します。現行コンピューターの場合、スマホに対して答えは000ですか？答えは001ですか？というように順番に聞いていって最終的に答えにたどり着きます。答えを知っているスマホと答えを紹介する質問者の2人の登場人物がいます。専門的に言うとスマホがサーバー、質問者がクライアントです。サーバーであるスマホはクライアントが渡してきた答えの候補に対して正解だったら正解、不正解だったら不正解を返すという役割を担っています。量子コンピューターの場合も同じように2人の登場人物が必要になるんですが、それぞれの役割が異なってきます。まず質問者の側は候補となる8通りの答えを一度にスマホに渡します。そしてスマホの側は正解の可能性が高い候補をマークします。一度のマークだけでは答えがはっきりしないので、質問を繰り返してマークをどんどん濃くしていきます。これがグローバーアルゴリズムの仕組みです。今紐解いた仕組みをよく見てみると、グローバーアルゴリズムで暗号を解くためには、暗号を解こうとする質問者だけでなく、暗号を解読される側のスマホも量子コンピューターになる必要があるということがわかります。これで少し変ですよね。スマホ側からすればロックを解かれたくないわけですので、攻撃してくる質問者に合わせたインターフェースや内部構造を取るはずがありません。またおそらく将来的にも量子コンピューターはクラウドサービスを介して遠隔操作で利用する形になります。つまり質問者はインターネットを介してスマホに答えを紹介するということになります。量子コンピューターがいくら速くてもネットワークの通信速度が遅かったら意味がありません。さらに言うなら通信を司る光ファイバーも量子コンピュータ式にしなければならないはずです。こう考えるとかなりナイーブというか遠い未来の技術であるような印象を持ちます。新しい技術というのは得てしてそういうものです。例えばディープラーニングです。ディープラーニングは比較的新しい技術ですが、Google や旧 Facebook が作っているプラットフォームを使えば比較的簡単に作ることができます。でも意外とディープラーニングが組み込まれたデスクトップアプリって少ないですよね。
これにはいろいろ理由があるんですが、一つはハードウェアの問題です。ディープラーニングを作るのは確かに簡単で、それこそ家電量販店で売っているパソコンで開発することができます。しかしそれをユーザーに提供したり、販売できるかというと別問題です。皆さんがお使いになられている汎用のコンピューター、つまりスペックが様々で、ユーザーごとに好き好きのアプリやゲームをインストールして使われているコンピューターの中でディープラーニングを動かすというのは実はすごく面倒です。はじめは動くと思うんですが、安定動作しなくなるケースが多いでしょう。自分たちの手元にない、どういう状態かわからないユーザーのパソコンの中で動かなくなったよという問い合わせを受けるというのはメーカーとして大きなリスクになる可能性があります。このことがディープラーニングの多くがクローズなウェブアプリの形で提供されている理由の一つです。このように研究者や開発者がラボで作れたからといってすぐに便利な形で民間利用できるとは限りません。長い時間がかかったり実用化されずに終わってしまうということもあります。量子コンピューターもそうしたフェーズにかけられていくというふうに思います。この動画では量子ゲートを使った暗号解読プログラムであるグローバーアルゴリズムを使ってみました。やっと量子コンピューターっぽい話になってきたというところなんですが、このシリーズは次回で最後になります。改めて量子コンピューターで尖っていけるのかをまとめてみようと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。